はい、こんにちは、竹渕圭です。今日はですね、初めて Q&A の動画を撮ろうと思いまして、新しくね、最近私のことを知ってくれた方とかにも、こんな人なんだよっていうのが伝わればいいなと思って、あと最近ライブがね、できないので、みんなとコミュニケーションを取ることもちょっとね、なかなか難しいので、単純に私が寂しいっていう理由でこの動画を撮っています。最後までお付き合いお願いします。The other day I asked you guys to ask me any questions since I'm doing this Q&A video, so today I'm going to be answering to some of your questions. Enjoy! Twitter と Instagram で質問をくださいという風に募ったんですけども、本当にたくさんもらって、で本当は全部答えたいんだけども、今日は多かった質問とか、面白いなと思った質問とか、ちょっとみんなの役に立てるかもと思うような質問に答えていきたいと思います。そうですね。まず、私が誰なのかっていう話なんですが、私は竹渕圭と言いまして、シンガーソングライターをしています。私の名前は竹渕です。地声、ミックス、喉の動きを柔らかくするにはどうしたらいいでしょうか？ケイちゃんってここがめっちゃ柔らかいんですよ。触ってないですよ。触ってもいい。触ってない。これは例えばこういう声を出したいとか、こういう風に歌いたいっていう人の歌をもう暇さえあればずっと聞いてなぞることですね。で、例えばフェイクとか語尾の処理とかしゃくりとかをもう一つ一つ耳で追ってできるまでやるですね。例えばさ、っていうのがあるとするじゃないですか。でそれも早くて聞き取れないとかだったらもう一つずつ拾うんですよ。っていうのをゆっくりのところから始めて、だんだんスピードアップさせてって聞きながらなぞれるまでやり続けることですね。でそれが要するにその喉の動きが柔らかくなる方法なので、喉仏の位置とかを柔らかく操れるようになるにはもうやり続けるしかないと思うんですよね。ストレッチと同じで体の。あとはその人が歌っている映像を見ること。そうすると姿勢とか口の動きとかでどこの筋肉をどう使って声を出しているのかっていうのがすごくわかるので、例えば私はセリン・ディオンっていう人の歌をもう延々に聞いてコピーしてたんですけど、セリンってハイトーン、ロングトーンとか高い音出す時にこうやって反るんですよ。こうやって状態を反らせて、はーって頭のここから出すんですね。で、これって今考えてみると多分自然と腹筋に力が入るじゃないですか。だからお腹の底から声を出してたんじゃないかなって思ったりとか。で、こうやってはーってこの頭のね、後頭部の先から出てるなとかがこうすごくセリン・ディオンさんは分かりやすくて、例えば私だったらそういうライブ映像とかをもう見まくって研究してましたね。動きが大きい人はすごくそれが分かりやすいので、動きの大きい人のライブ映像を見るとかはすごく効果的だと思います。喉の調子が悪い時は龍角散、マスク、加湿、生姜紅茶、普通の紅茶にチューブの生姜でいいんで混ぜるだけなんですけど、で寝ること。学生時代にやってたバイトで一番楽しかったバイトは何ですか？私結構いろいろやってて、ドーナツ屋さん、イタリアン、マック、英語の家庭教師、カフェもか。一番楽しかったのはドーナツ屋さんかな。なんかその頃塩ドーナツっていうのが流行ってた頃で、こういう紙袋にドーナツがね一個一個こうフィットしていく感じがすっごい好きで、だから楽しかった。もう早く冷たい。あと残ったドーナツを次の日高校に持っていけて、みんなにドヤ顔できたっていうので好きでした。 Was this picture taken at the crossing of Carson and Cabrillo? Were you raised in Torrance? この写真のことですね。去年の9月にロスにね行った時に撮った写真で、私小学3年から6年生まで2年と10ヶ月ロスに住んでまして、Torch っていう曲の MV を撮影しにヤモリさんとねにロスまでついてきてもらって撮影をしたんですね。でその時にせっかくだからって言って昔住んでたところの近所とかを裁縫してたんですけど、その時に撮った写真で、これはね本当 Yes it is. I think this is the crossing of Carson. Actually, I spent my childhood in Palos Verdes for 2 years and 10 months.
So yeah, the names of Carson and Hawthorne and Rolling Hills Estates and Redondo Beach, and those names really bring back my old memories. Such good times. でもこれで気づいてくれたのはすごいですね。付随して Did you face any challenges from cultural differences when you were living in America? Well, yes, totally. And this kind of relates to your first question, which is how is your American school life different to Japan's? もう全くもって違いました。It was totally different. Well, I used to watch these videos for children who would transfer to American public schools from Japan. And in that video, they told us how you would buy your lunch in the cafeteria or bring lunch to school and eat. But in Japan, we all eat lunch, which is provided in each of our classrooms. They taught me those differences and stuff. 例えば、その日の始まりにホームルームでね、みんなが急に立ち上がってこうやって右手をねここに当てて何か言うんですよ。でそれとかも全く知らなくて、でアメリカ国旗に向かって忠誠の誓いなのかな、Pledge Allegiance って言うんですけどをやるのとかを全く知らなくて。もうそういうことばっかりで、戸惑うこともあったけども、私はすごくね、周りの子供とか周りの人たち先生とかにも本当に恵まれてた方で、私のことをね常に気にかけてくれたりとかみんなしてて、だから一つ一つ教えてもらってすごくねハッピーな2年と10ヶ月を過ごすことができたと思いますけど、確かに障壁とかはあったし、それなりに大変ではありましたね。And I can still remember I pledge allegiance to the flag of the United States of America.And to the republic for which it stands, one nation under God, indivisible, for liberty and justice for all. I was so lucky because everyone around me were so nice. They were all curious about Japanese culture and Japanese people, so nobody left me aside. There were always somebody to look after me, and I was so lucky for that. So I spent my best 2 years and 10 months there. But yeah, some things were difficult.新百合ヶ丘にゆかりがあると聞いたことがあります。どこから聞いたんですか？私ね、大学時代に新百合ヶ丘のカフェで、バイトしてました。15 more minutes か。けいちゃんの髪色は何ですか？これは美容師さんはベジュ入れますねって言ってました。一重で良かったこと。一重で良かったことか。虫が入りにくいとかかな。自転車乗っててもあんま一重で良かったと思うことはねないよね。二重には本当に常々ね憧れてますけど、ただちょっとやるタイミングを逃したんですよね。そのアイプチとか大学1年の時から動画に出始めてたので、もう残ってるんですよ YouTube にこの顔がね。だからある時点で二重とかになると絶対ケイちゃんやったねってなるから、ちょっとできないなと思って、やってないんですけど、でも困ったことも逆にないっていうか、今の私を作っている目なので、それは良かったなと思います。コロナが収まって一番最初にやりたいことはライブですね。こうやって動画を通して触れ合えたりとかしてるけども、やっぱりこう直接みんなの顔が見たいですね。どんどん行きます。どんどん行きます。どんどん行きます。これもすごく多かったんですけど、緊張してしまいますと、震えてしまったりするぐらい緊張するんですけど、どうしてますかっていう質問が結構多かったんですけど、でその場でできることで、例えばなんか人って3回書いて飲むとか、おまじない的なこととか、あと精神論的なことって、やってはみるけど、多分そういうのを全部試してできないからこうやって聞いてきてると思うんですよね。なのでその場合はもう前段階の事前準備を抜かりなく頑張るしかないんじゃないかなと私は思いますね。自信のない内容を発表したりとかプレゼンしたりとかパフォーマンスする時って、そこに穴があるって自分でも分かってるから、ちょっとドキマキしてしまったりとか、どう思われてるかなって思っちゃったりすると思うんですけど、そういうところをできる限り少なくする。何度も練習したりイメトレすることで、このイメトレは会場とかが分かっているのであれば、その
会場の絵をできるだけ的確に再現すること、頭の中でお客さんが入ってる状態とか、その時の空気感とか、右を向いたらこれがあってとか、こっち側にいる人の感じとか、そのお客さんを前にした時の自分のこういう気持ちになるっていう感情とかまでできるだけ的確に頭の中と心で再現して、その状態でイメトレを繰り返すことっていうのは効果的なんじゃないかなと個人的には思います。でそれでも緊張する時は緊張しますよね。だからそういう時はもうとにかく胸を張ってちょっと上を見て笑って大きな声を出すこと。一回それパーンって踏んじゃうともうなんか大丈夫になったり意外とするので、私はよくそうしますね。で練習していた時の自分を思い出すことです。Next question。 けいちゃんは日本語も英語もどちらの言語でも作ってるけど、どういう時にどっちとか使い分けてるんですかみたいな、質問だったんだけど、基本はやっぱりね日本語で出てきますよ。だけど例えば In This Blanket の時はある友達と喋ってて、それがインスピレーションになって書いた曲なんだけど、その喋ってた友達がアメリカ人で英語で喋ってたからっていうので出てきた時も頭から英語だった。で逆に Lo-Fi とか24 Hours とかは今ねこういう状況で世界各地でね外出制限とかがかかってる中、きっと国の隔てとかなく同じ気持ちな部分が多いと思ったので、英語も日本語もどっちのね言語でも寄り添えたらなと思って両方の言語で書きました。 Love とかはマレーシアで書いた曲なんだけど、海外で感じたことを曲にしたものだったから日本のねみんなにも伝えたいなと思って、だからヒラメロは日本語にしてたりとか、だから各曲の思いとか背景によって自然と選択してる感じですかね。けいちゃんはどんな曲を普段聴いていますか？落ち込んだ時に聴く曲は Tears in Heaven、 中島みゆきさんのファイトとか、あと朝は Chilled Cow を最近は聴きます。雨の日、ノラ・ジョーンズさんの Come Away With Me のアルバム、あとプリシラ・アンさんのアルバムとか、口ずさむ曲、その時聴いている曲だから日本の国歌を斉唱した時はずっと君が代を口ずさんでましたね、どこにいても寝る前はルイ・アームストロングの What a Wonderful World のセリーン・ディオンのカバーバージョンを聴いて寝ると本当に心が安らぎます。好きなタイプはね、私本当わからないんですけど、自分でもわからないけど、でもミステリアスな人、つかめない人を好きになりがちな気はします。だからね、一番ね好きになると本当に辛いやつですね。最終的な目標は何ですか？最終地点を考えていないので答えはないといえばないですね。ただ聞きに来てくれる人がいる状態でずっと歌い続けていたいっていうのはあるし、自分の歌で救えたりハッピーにできる人がいるならその輪を広げていきたいし、名前を聞いてみんなが知ってるみたいな状態まで行きたいなとは思います。はい、たくさん質問ありがとうございました。まだ全然答えきれてないので、また次見てもらえたらなと思います。こんな人なんだっていうのが分かってくれたらいいなと思います。また次の動画で会いましょう。ありがとう。 Thank you. Bye. 暑いっす。でもこんなちゃんとしてないんですよ私。普段こうやっぱ改まっちゃいますね。 Q&A こうカメラの前で話すともうちょっと慣れます私もういいや。バイバイ。